どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆでてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回考えたいのは白と黒です。それはワンピースという作品全体で長い間表現されています。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。ただし最新話をまだ読んでいない人やコミック派の人は多いネタバレを含む内容です。よろしいでしょうか？行きましょう。1070話では白いイコールドーン。それは日本語で空が白むという夜明け。ドーン、夜明けであると表現されました。それこそが2年前に D の意味だとも考えたものですが、ルフィが白であるならば、それと敵対する黒は1070話で黒ヒョウのように覚醒したロブルッチでしょう。ロブルッチという名前の意味は光を奪うという意味です。他にもこれまでルフィはキャプテンクロやクロコダイル、月光モリア、黒ずみ家など黒いイメージの敵と戦ってきています。そして黒といえば闇闇の実の黒ひげでしょう。ここからルフィの白い夜明けと黒ひげの黒い闇の戦いが想像できるでしょう。それはまさに白と黒の陰陽のようにです。黒い陰である闇と白い陽である太陽。陰陽とは古代中国の思想で、万物を陰と陽、互いに対立する二つの気によって分別して物事を考えていくという思想です。それはいわば僕が長年行ってきた考察方法、表裏一体であり、ワンピース全体で表現されているものでしょう。例えば、ルフィたちが冒険した前半の海と後半の海は鏡のように表裏一体となっていると考えてきましたが、今回考えたいのはルフィと黒ひげです。ルフィは白い陽、黒ひげは黒い陰。このことからルフィの D がドーン、夜明けだな。黒ひげの D はその反対のダスク、夕闇や黄昏という意味ではないかという秀逸な考察をしている人もいますが、最終章ではこの争いが表現されていくと考えられますが、しかし2年前僕はこのようにも考えました。こちらです。黒ひげの船の名前はサーベル・オブ・ジーベック号、つまりジーベックの剣という意味の名前ですが、ジーベックとはかつて世界最強と言われたロックス海賊団の船長、ロックス D ジーベックのことでしょう。ロックス海賊団と黒ひげ海賊団はおそらく同じ目的、同じ意志なのではないでしょうか。そして38年前にゴッドバレーという島でルフィの祖父、海軍の英雄モンキー D ガープと海賊王ゴールディ・ロジャーの2人は天竜人とその奴隷たちを守るためにロックス D ジーベック率いるロックス海賊団と戦ったといいます。このような D 同士の巨大な戦いがライバルであるルフィと黒ひげにも起きると予想できます。しかしここで考えたいのは、ワンピースの作中ではいがみ合っていたライバル同士は最終的には仲良くなるという巨人ドリーとブロギーの伏線です。リトルガーデンではどっちの獲物が大きいかというしょうもない理由で巨人のドリーとブロギーは100年も決闘していましたが、ルフィが訪れた後は仲良くなりました。元天竜人のドンキーホーテロシナンテ曰く D は神の天敵です。この世界の創造主神に神の天敵であるルフィと黒ひげの D はいつの日か共に手を組んで戦いを挑むのかもしれません。ちなみに仲直りした巨人ドリーとブロギーは島食いという巨大な金魚を破国という共闘技で倒していました。この島食いも神を食う神食いというイメージに通じる伏線のような気がします。以上です。このようにジーベックの D の意志を受け継ぐ黒ひげとおそらくロジャーの D の意志を受け継ぐルフィはまさに宿命のライバルであり、そのライバルはいつの日か手を組んで神を相手に戦うかもしれません。そう、2年前ルフィと黒ひげは争った後に共闘すると考えました。これはルフィが2課になる前、ルフィに白いイメージが全くない頃に考えた理論です。2年前のこちらの動画のコメント欄では、ルフィと黒ひげが手を組むのは嫌だという意見もありますが、今ならどうでしょうか。黒ひげ海賊団には青生地も加入しています。そしてルフィが白いようで黒ひげが黒い陰ならば、この理論はありえなくはないのです。なぜなら古代中国の思想陰陽とは陰と陽の対立ではありません。陰と陽の2つの気は相反しつつも、一方がなければもう一方も存在することができないという思想だからです。白い陽と黒い陰は2つで1つ、ワンピース。この可能性が示唆されているのがパンダ。白と黒の動物、パンダです。ワンピースという作品内にはとにかくずっとパンダが描かれてきました。ご存知のように作品内の隠れキャラクターパンダマンや、そしてドスコイパンダです。ドスコイパンダとは作中で散見される洋服ブランドです。14巻の SBS で小田先生はイーストブルーで今流行っているブランドです。結構高いです。ドスコイパンダ本店はイーストブルーのミラーボールアイランドにあります。
このように14巻 SBS で語られています。そんなドスコイパンダは一時期コミックスの作者欄にずっと描かれてきました。15巻の作者欄、16巻の作者欄、18巻の作者欄、19巻の作者欄、20巻の作者欄、21巻の作者欄でもパンダの話です。とにかくドスコイパンダ本店はミラーボールアイランドにある。ミラーボールとは鏡の玉、鏡とは表立体、そしてミラーボールアイランドとは海賊ジャンゴと海軍フルボディの相反する鏡のような立場の2人の友情と恋を描いた物語が扉絵で描かれていた舞台でした。ドスコイパンダのドスとはドス、スペイン語で2つを意味する言葉。恋とは日本語の恋、もしくは恋か。つまりドスコイとはドス恋、2つ恋。それでは白と黒のパンダとは何か。パンダの意味、それはパンダ。パンとはギリシャ語で全てを意味する。白と黒のパンダは白と黒が混じり合う全て。ドスコイパンダとは鏡のような2つの白と黒が混じり合い1つになる。それこそが全て。そのように読み解けるかもしれません。それは白いルフィの陽と黒い黒ひげの陰がいつの日か混じり合い世界に夜明けをもたらす。2年前にも考えたように仲直りこそがワンピースの裏テーマでもあると僕は考えますが、考察は当たるも八卦、当たらぬも雷鳴八卦なのでご容赦ください。補足します。カイドウとヤマトの技、雷鳴八卦の八卦とは古代中国の陰陽と共に伝わった思想です。占いの道具として使われます。さらにこの八卦や陰陽と共に十二支という暦や占い、方位を表すものもあります。十二支の図は76巻 SBS で公開されてましたね。つまりワンピースには陰陽の思想が取り入れられてるわけです。そして黒ひげは太陽か闇か、勝者は一人だ、そう言ってましたから、最後は太陽のルフィが闇の黒ひげに勝って終わりじゃないの。そう思うかもしれません。しかしペドロは暗い夜をポジティブに捉えて、自分が結成した海賊団の名前をノックス海賊団と名付けていました。ペドロは夜を夜明け前だと捉えました。ペドロ、つまりルフィが天竜人を倒して時代の夜明けを生み出すなら、夜明け前の夜の闇、黒ひげが必要かもね。以上です。皆さんはどう思われましたか？ご意見や考察してほしい謎があればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。